組長、龍が如くセブンキャバ嬢オーディション開催決定。マジで龍が如くセブンキャバ嬢オーディション。はい、行く。グランプリに選ばれた方には龍が如く8出演権と賞金100万円応募しなきゃ応募はこちらから応募する。ちょっとバスタオルとかの写真撮ってもらわなきゃ。今ちょうど化粧してるからさ。全身は人に撮ってもらわなきゃいけないよね。演技経験の有無なんかなくていいに決まってんだろ。今までの龍が如く見たかキャバ嬢の演技をよ、あんなものいるわけねえだろ、経験なんかやばい、落ちる、こんなこと言ったら。私がセクシー女優さんと比べて何がやっぱ強いかというと、龍が如くを愛する気持ちと、龍が如くに出たいという夢、キャバ嬢として出たいという夢は多分誰よりも強いんじゃないかなということで、メールチェックしていきたいと思います。来週二次審査だちょっと待って。受かった二次審査の参加条件は三次審査にも来れること。何があっても来る私が絶対訴えたかったのは、まず、みんなと違うところ。まずは、日本語と英語を両方できるよっていうところ。あと、龍が如く愛でしょ。もう何年も前から龍が如くに出たがってる女。これはもう、誰よりも多分負けないと思って、ずーっと、10年、7、8年、同じこと言ってる女、あんまりいないじゃないですか。でね、聞いてよ。横山さんがさ、なんか、あなたが一次審査に合格する様子の配信見ましたよって言ってくれたの。見られてるよみんな私言っといたから、私が、龍が如くに出ることになったら、私のファンの人は、龍が如く、1人10本買うって言ってましたって言ったら、いや、実際買わないけどねっていう、そんなん言っても買わないんでしょって横山さん言ってたんで、実際に買ってみせようぜ。もう箱で買うわ、龍が如くって。買うよな皆さんお待たせいたしました。やっとですね、はい、龍が如くセブン外伝名を消した男で開催されているですね、生キャバ嬢オーディションのファイナリストに選ばれた皆様をやっと紹介しますよ。はい。さあ、これが初めてのファイナリスト発表ですもんね。はいはい。何人いるかってところそうですね。まず何人いるんだっていうところからですかね。はい。今回ですね、ファイナリストがなんと10名、最終10人にしますね。10名。はい。では早速皆さん緊張されてるかもしれないですけど、まず1人目発表させていただきます。はい。じゃあスライドどうぞ。はい。ホステスのあゆさんです。食べ物食べ物はこれからまずはちょっとインパクトがあるところ。なるほど。インパクトがある。泣くね。はい。はい。続いてケイソンさんです。ケイソン。華やか。はい、ではですね、皆さんまずはお一人ずつ自己紹介をお願いしたいと思います。まずはじゃあちょっとケイソンさんから。はい、ケイソンです。Hello, this is ケイソン。皆さんこんにちは。受かったよー。なんとかここまで生き残りました。ありがとうございます。すごく嬉しいです。とにかくありがとうございます。結構緊張されてますか？緊張してます。めちゃくちゃ。
汗かいてます。ものすごい。リラックスしていただいて。はい。いやもうご自分の配信のように喋っていただいて。あ、いいですか。全然1時間半ぐらい一人でやっちゃいますよ。そんなこと言ったら。視聴者の方にもたくさん応援してもらって、結構私の代わりに神社に祈りに行って受かりますようにって言ってくださってる方もたくさんいたりして、本当に嬉しかった。ここまで残れて本当に皆さんのおかげだと思ってます。皆さんがすごい話題にしてくれたおかげで、審査員の方がこいつ落としにくいなって思ってくれてたらいいなって思ってますなのでもっと応援してください歌読みがすごい脅迫だよ。かけてください。お願いします。こういう脅迫の仕方があるのか。お願いします。はい。そしたら暴れてください。これマイクオンになってんの？ねえ、ねえ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 。これマイクオンになってます？逆パターン。普通そっちから私が出るのにさ。ファイナリストおめでとう。ファイナリストおめでとう。ファイナリストおめでとう。ケータ見えてピンタはない。ハッピーバーファイナリストケータ抜けてる抜けてる抜けてるよ。おめでとう。最終も頑張って。イエーイ。ありがとう。イエーイ。すごいね。本当に気が合う人が友達で、こういう竜が如くっていうゲームのきっかけでできたのがすごい嬉しいです。本当に嬉しい。なんか仕事を通じてやっぱ知り合う人ってなんかあんまりこうすごい深い仲になるかっつったらないから、人たらし、そうなん、人たらしなんだよな。好きになっちゃうんだよな、これはもう本当にこんなん大好きになっちゃうよな。おっぱい。インターネットで動画配信ですとか動画投稿をやっておりますケイソンと申します。ダイエット死ぬほど頑張って食事制限とかそういうのもできること全部しました。後悔したくないんで。生キャバ嬢オーディション。最終選考の日はね、内緒だったんですけど、実はもう最終選考行われました。多分10人全員がもう行っているはずです。で、その情報が先日解禁されたってことで、結果発表はまだ先だから、落ちたかどうかは全然わかんない。そう、発表も生ライブなんですよ。だから、まだ知らないのよ、実は誰も。まだ誰も結果は知りません。でも受かりたいけどね。みんなが幸せになる結果になりますように。そう、だから私たちね、本当はライバルなんです。この二人。そうなんですよね。本当はね。ライバルだから、本当はね、バチバチで戦ってなきゃいけないの。でもね、仲良くなっちゃったからさ。そう、なんかそんなことを忘れてるぐらい。だからこそ明日の結果発表が辛いんよ。不安だなだって結果が出ちゃうってことはさ。ねえ、もしなんか2人とも受かったらわーいってなるけど、あれ、片方受かって片方落ちたら、愛ちゃん、おめでとう。グランプリおめでとう。ありがとう。私、あれ、落ちたからさ、100万円もらったんだってね。寿司行く？寿司おごってもらっていいかなるわな。握りしめてね。どっちかがグランプリ取ったら、どっちかに、寿司おごろう。これは絶対。
恨みっこなしだっつって。マジやなしよ本当にでもね、でも素直です。素直に思うのは、私ももちろん絶対ずっと夢だったから龍が如くに出演するっていうのは本当にずっと何年も前からキャバ嬢役で出たいって思ってたから、本当にグランプリ取りたいと思ってるし、本当に龍が如く大好きだし、龍が如く好きな気持ちだったら絶対誰にも負けないけど、でもね、でも愛ちゃんが受かっても嬉しい。そう、嬉しい。嬉しい。嬉しい。そう嬉しい。正直ね。Somebody say I'm the girl with a drink and apple wines. Every man seems to be your girl. ではすいません、坂本さん、今回、合格者が最終何名になったのかというところから発表お願いしてもよろしいでしょうか。今回のオーディションの合格者は5名です。いきますか。飛ばさなくていいんだよね。大丈夫ですかね。はい。あじゃあまず1人目の方、こちらです。あ、はい。ためるな。まずはお一人目、ホステスのあゆさんです。そして続いての方はこちらです。2人目の方はグラビアアイドルの要愛さんです。おめでとうございます。はい、ではそれでは続いての方はこちらの方です。YouTuber のケイソンさんです。ありがとうございます。じゃあ改めてなんですけれども、あゆさんと要愛さん、ケイソンさん、佐山愛さん、中山心さんの以上5名の方になります。おめでとうございます。おめでとうございます。ケイソさん。はい、ケイソンさん。私は本当にまあ受かるつもりで来たので、全然結果わかんなかったですけど、絶対帰ってやらないと思ったんで、居座ってやると思ってた。そこで見てやるぐらい。そこで観覧してやると。落ちたらずっと睨んでるつもりだったんで、受かってよかったです。本当にこっち側に立ててよかったです。嬉しいです。すごい嬉しいです。長年の夢だったんで。喜びは誰かに、あ、そうか、伝えちゃいけないのか、この放送までは。そうですね。でも私前日に愛ちゃんと日本酒飲みながら、2人で、あ、なんか聞きました。やってたらしいですね。すごい仲がいいんで、1本半開けて2人でベロベロになりながら、どうしよう、受かるかな、落ちる、あっちた、あーとかって言いながら飲んでて、2人とも落ちたらどうしようっていう話と、あとでもやっぱすごい仲いいんで、どっちかが落ちた時がすごい怖くて、そうですね。っていうのがあったんで、なんか2人ともよかったみたいな感じですごい飛び跳ねて、外に別室に移動してから。よかったよかったですね。たまたまだったわけですけどね。そこに関しては。そうですね。たまたまだったんですけど。親しくなったきっかけってあるんですか。このオーディションです。本当にオーディションですね。そこで会って、ゲームプレイをさせていただいた4人。ああ、あれか。はい。あの時になんだろう、フィーリングがフィーリングがあって、話してみたらなんかすごい深いところまで好きなものが一緒だったみたいな共通点があって、
で気づいたらね、もうなんか一緒によくいる。あよくいる。放送以外の時もいるの？います。遊んでたりするの？あ、そうですマジで仲いいんだね。マジで仲いいです。あ、そうなんだ。愛ちゃんかけてみよう。そう、オンラインじゃないかもしれない。愛ちゃんでも仕事してるかもしれないからね、ちょっとわかんないよね。トゥルルントゥルルン。あれ？どうしたんですか？愛ちゃんおはよう。声ひどいね。え、バレた？寝てた。あ、出てた。オーディション合格おめでとう。おめでとうございます。やばい、ひっくり返っちゃった。大丈夫。でも昨日本当に驚きましたね。本当に、二人ともいいのと思って。二人とも受かるってさ、私たちのこう考えた確率の中では結構一番低かったやつだもんね。いや、本当に。ねそうなんですよね。ねえ。いや、本当に、何よりなんか隣でね、こう、なんかこう、会見とかね、生放送できたのがね、嬉しかったな。そうね。確かに、あれ、あいうえお順だったけどね、私たち、たまたま隣同士。で、一人一人、行きましょう。はい、発表したいと思います。見えますかね。パン。20票。ありがとうございます。パン。25票。続いてケイソンさんです。いきます。35票。ありがとうございます。続いて佐山さんです。30票。ありがとうございます。では最後中山さんいきます。33票。ということで、グランプリ決定しました。キャバ嬢オーディショングランプリです。おめでとうございます。おめでとう。いやおめでとはい、じゃあちょっとすみません、マイクをお借りしてこちらに、あ、これか。ではまず、坂本さんから花束の贈呈になります。はい、グランプリおめでとうございます。おめでとう。おめでとうございはい、続いて横山さんより目録の授与です。はい。100万円と龍が如く8出演権。はい。龍が如く好きになってくれてありがとうございました。はい。じゃあそれではケイソンさん、今のお気持ちはどうでしょう。本当に取れるか分かってなかったんで、はいなんかびっくりしてます。ありがとうございます。改めてそうですね、グランプリは結構大変な道のりというか、いろいろ頑張った点もあったんじゃないですか。そうですね。なんか頑張ったっていうか、いろいろ思い出のあるゲームがあって、すごい出れて嬉しいですし、誰が取ってもおかしくないと思ってたんで嬉しいです。なんかすいません、なんかあんまり名前言えてない。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。お元気でしょうか。皆さん昨日寝れなくて、で今もなんかまだ現実って感じで全然信じられてないケイソンです。みんなグランプリ応援してくれたおかげで取れました。どこに置いとこう。これここ置いとこう。グランプリ皆さん、おかげさまで取ることができました。ありがとう。やっぱり写真写りが悪かったりしたけど、まあもう気になんない。何にも気になんない。私今メンタル最強だから。この花束まだ持ってるんだ。いいね。ありがとうございます。ありがとう。龍が如く皆さん出演決定ですので、私、次回作とその次の作品にもありがとうねえ。もう結果出たから、もう結果出たから私写真とかどうでもいいんです。何もかもどうでもいいから。そう、ついにね、推しと同じ次元に行きました。推しが画面から
出てこないなら自分が画面に入ればいいじゃないっていう夢がね、やっと叶って嬉しい。Just hoping I don't look cringe. I hope Kiryu loves me. I heard that Kuroda-san is single. Okay, son. Oh my. I'm single. I'm single as well. 私がこれによって得たものは、龍が如くに出れるっていう、なんていうの、そういう出来事以上に、この子たちに会うための出来事だったっていう方が強い。思ってる。私も本当なんかもうなんかバチって会う友達が、そのオーディションで出会えると思ってなかったんですよ。そう。本当に。そう。まさか、こんな仲良くなって普段家行くよみたいなとか。いや、本当にそうよ。もう乳くり会えるような友達に。そう、大人になってさ、仕事上なんか関わる人っていっぱいいるけど、そうわざわざさ、わざわざプライベートで遊ぼうってなかなかならない。ならない。本当にならない。自らの夢を叶えた彼女が今度は全てのユーザーに夢を届ける本作生キャバ嬢オーディショングランプリケイソーめっちゃ綺麗。ショット。Wait, yeah. Super real? You watched her before you walked out. Of you, my wife. Hey, Thon. とゼンとギガとヘニャが見てる。Take a picture now. Right now. Screen shot, screen shot. Oh, look at it. 下に女の子があれこれ誰だこのメガネのハロー、私はケイって。今日はどうするのえこんなご飯頼む。ご飯食べれるの飯食わしてあげますよ Thank you だかわいいこれはまあ、あれですよね、ケイソンさんがやる。マジはいアップで見れますかね見たい見たい見たい。右アップで。おーちなみにどれだけ緊張したかというと、私東京ゲームショウに行く前日、だからリハビーの前日ですね。だから19日。19日の夜ですね、私夜家で吐いてます。緊張しすぎて。夜、深夜2時ぐらいに寝れなくて、つってなって、もうダメで気持ち悪くなってきて、つって、もう夜トイレで吐いてます。夜ご飯吐いてます。もうそれぐらいです。私ね、そのステージにランウェイでキャバ嬢の皆さんは出ることになりますっていうのは聞いてたんですよ、もちろん。で、ランウェイにドレスを着て出るのか緊張するなーって思ってたんですけど、その2日前ぐらいかな ?2 日3日、ほんと直前よ !2 日3日前ぐらいに、龍が如くのスタッフさんからメッセージ、メールですね、が届きまして、ケイソンさん、東京ゲームショウのステージで歌っていただけますか？デュエットでよろしくお願いします。キャバ嬢のカラオケみたいな感じでやるんで、よろしくお願いします。この中から曲を選んでくださいって言われて。はぁ！しかもさ、龍が如くの音楽をこれまで全て作ってる、堀井さん、わかる？堀井さんと一緒に歌うっていうのよ。はぁ！これがセガのやり方か！黒田さんの工場？黒田さんの工場、あれびっくりしたっしょ。あれはね、曲の制作陣にも私
言ってなかったんですよね。っていうか言う時間がなかった。うん。あっても言わなかったかな。驚かせたいし。うん。衝撃だったでしょ。黒田さんってやってくれんのみたいな。いやー、お願いしてみるものですね。やっぱ組長ね、伊達にグランプリ取ってないからもう強気でいいかなと思って。いや、これグランプリ特権やろと思って、聞いてみたんよ。そしたらさ、いいっすよつって、いいんですかいいって言っていいんですかみたいな。キャーってなってね、実現したんでございますよ。放送リアルタイムで見たんですけど、もう号泣しながらスクリーンショットを撮りまくって、もうツイッターに公開しまくって、もう大興奮でした。本当に夢を叶えし女だなと思いました。もちろん「リュースタ TV」の発表を見てたんですけど、声にならないっていうのがまずありましたね。とっさに何か言葉が出るわけでもなく、ただただ放心してしまってて、でちょっと遅れて、うわ叶ったんだなっていう喜びがですね、映像を見ていて私に伝わってきて、で、自分のことのようにっていうのもありふれた言葉なんですけど、まさにすごく嬉しくてですね、こんなことあるんだなと、そこが本当に驚きと喜びでした。ケイソンさんの魅力は、自分の夢を叶えた後にその夢を人に与えられるって本人言ってたんですけど、そういうとこだと思います。自分がグランプリが欲しい、龍が如くに、出てみたいっていうだけじゃなくて、それを叶えた後に多くの人に夢を与えたいって言ってたところ、そういうところがやっぱ彼女の魅力だと思いますので、彼女の与える夢に皆さんどうか期待してあげてください。本日龍が如くセブン外伝キャバ嬢役として私が出演しているゲームが販売されました。もう12時からね販売されてるってことは、Steam 版とか買った方はもうすでにね私を攻略してる方もいらっしゃるということで、まさか自分が龍が如くの公式に関われることがあるなんて夢にも思ってなかったんで、7年越しですか。見てくださいよ。8には私 3DCG で出てますからね。ちなみにグランプリも取らせていただいちゃったんで、誰がそうなると思います？普通じゃないですよこんなの。多分龍が如くファンの一般人ですよね。私なんかの中で唯一桐生一馬という推しのいる次元に画面に入ったの私だけじゃないでしょうか。いやでも本当に嬉しいです。素直に夢って思ってれば叶うなって、皆さんもぜひこんなこと叶えたいなって絶対無謀だと思ってる夢でも言い続けたら多分叶うんで、多分でもね、千何人の中から選ばれたのは私だけだったんで、私の後ろにはやっぱり夢破れた人もいっぱいいると思うんで、その人の分も笑顔で頑張ってイベント盛り上げていきたいし、これからも龍が如くの8、9とか10とかずっと発売されるかもしれないし、じゃないかもしれないですけど、わかんないですけど、そういったのに貢献できたらなと思います。もう龍が如くはずっと大好きです。っていうか桐生一馬が好きです。本当に早く攻略されたい桐生ちゃんに、もうされてるのかもしれないですけど、皆さんぜひ攻略してください。嬉しすぎる。今すぐ龍が如くを買え。セガの兄貴に筋通せ。お前もじゃ。
湯がごとく買わねえとおめえの家燃やすぞこら